こんにちは。4G ハンマーソロ攻略のパート9始めていきます。今回は上位と G 級の橋渡しみたいな回になります。周回所全く手つけてないですからね。とりあえず最初にやることは決まってる。武器の強化だ。マトラカールグルを回にしたいと思う。目指すは大合流。この子にも周回の旅にお世話になってますね。キティちゃん行きましょう。よし、やるか。まずは恒例の肉質チェックだ。数値上はハンマーに都合がいいと思う。頭もそうだし、イーカリの足が弱点なのいいね。足は斬撃が弱特切り外れてるんですよね。希少種は管区や肉質が目立ちます。開幕に足ダウンを取りやすいのがいいですね。弱特があればなお良かったです。こいつの肉質もまた独特な仕様だよな。たまにやらないと何していいかわからんくなるわ。とりあえず、イーカリは腹下ぼこせばいいだろう。何気にこの状態は貴重だ。後半はずっと怒ってますからねこの子。純粋な怒り状態すらほぼ見れません。今がいわゆる普通の怒り状態ですね。この状態ではステータスだけ変化します。肉質は変わらないんだよな。攻撃力と速さがちょっとだけ変わるね。ダメージ取りづらいからさっさと爆豪してくれ。話はそれからだ。爆豪するって日本語はめちゃくちゃですが、切実な願いですね。お、これは移行しましたね。ここからがキティの本番。ここで肉質がガラッと変化。さらにステータス補正も変わるよ。軟化と防御力低下で二重に柔らかくなる形。その代わりに攻撃面がかなり強くなる。これは内部的には怒り状態扱いではありません。非常に勘違いしやすいです。それゆえ挑戦者は死にスキルも同然。我々、過去に動画でやらかしてますが。やっぱ、ギルクエにいない敵はいろいろあやふやになるよね。ストーリー周回でもしないと戦わないやつ多いし。爆豪とハンマーの相性は悪いと思う。巨体で速いから普通に避けられん。真面目に回避距離が欲しいなと感じましたね。各攻撃がダメ状態殺しすぎて。この子はヒット&アウェイ武器が好相性。ハンマー君は中途半端で追いつけてません。やる前から嫌な予感はしてたんだけどね。蓋開けたらまさにその通りだった感じ。あとこいつ、スタン耐性もそれなりに高そうだね。頭殴る戦法自体が向いてないのかも。おとなしく爪狙いで良さそうな感じはしました。両爪壊すと突進に隙ができますので。この子、TA 動画探してもヒットしないんですよね。これは根本的な問題っぽいです。とりあえず TA 調べてみるの大事だよな。なんとなくのプレイヤーの相違がわかる。大抵は誰かしらが特定武器でチャレンジしてるんだが、ヒットなしは相性相当怪しいと思ってるね。ハンマーもモンスごとに動画揃ってるんですけどね。キティ君は全くないと言っていいレベル。ああやべ、スタン取っちゃった。疲労中は肉質渋いのに。勢いで頭殴ってるの良くないですね。もうすぐ壊れると判断したんですが。爆豪以外の頭は物理20しか通りません。水吹きですら殴る価値ないですよ。何より爆豪にスタンを合わせられんかった。これは後々影響してきそうだな。爪も壊してないから突進のロスがかなりでかい。普通のティガならそのままこけてくれるんだが。体がでかいから移動距離がかなり長いです。追いかけるのが非常にストレス。とはいえ、ハンマーにはチャンスタイム。爆豪がきついのでここで削るしかありません。これ後半戦大丈夫かな。スタン2回目は相当遠そうだが。頭の肉質的に攻撃面はいけると思ったんですけどね。頭の前は危険すぎて、おいそれと立てません。ハンマーって意外と腹下が強い武器種ですよね。レギオス戦でも思いましたけど。突き詰めればもちろん頭殴るべきだけどね。頭が弱点じゃないなら別だけど。ハンマーの一番の弱みは機動力だと思うから、追いかける相手だとそもそもきついんだよな。世知辛い時代ですね。前回は大活躍でしたけど。結局、10分以内に討伐は不可能でした。都合の良い肉質とは何だったのか。肉質はあくまで数値だからね。いくら多くても机上のものだ。重要なのは立ち回り、攻撃機会の創出さ。この、段差の悪いとこが最大限に出ております。ハンマー、段差との相性悪いよな。ノリの蓄積だけは強力だが。ダメ状態でいると上り下りの硬直がでかすぎる。事故しか起きないよこんなん。終盤でこのオツは心にきますね。それなりにうまく体力管理はしてたんですが。幸い、その後は数発こづいて終了しました。タイムは12分ちょいでしたね。まあ15針とかいかないだけ良かったかな。2強化のレニ武器でこれならまあまあ。じゃ、あとは剣客5個集めるとしますか。連戦となるとカロリーやばそうだが。頑張るしかないですね。下せない相手ではないです。ほい、集め終わったよ。めちゃくちゃ確率に嫌われたわ。剣客5個に3等分必要でした。もうしばらくキティはやりたくないです。てなわけでレギオス武器を強化。攻撃力988のスシロ20を得ます。匠なしの期待値は上位ぶっちぎりナンバーワンだね。スシロ20が偉すぎる。汎用性で言えばこれ以上の武器はない。
下手な属性武器より強力だよ。これで周回上爆速で進めていきますよ。回1から頑張りましょう。はい、回星3の緊急まで来ました。武器は強いんですが面倒ですね。周回所ってだけで体力多いからな。一匹一匹が硬い。ただ、ようやく中間あたりまで来たぞ。上位昇格をかけた多連戦だ。村でスルーしてるので初戦闘となりますね。火力は足りると思いますが頑張りましょう。当たり前ですがムービーもここが初です。これは村と同じですよね。多分そのはず。毎回飛ばしてるから記憶に残らんわ。やることは他の武器種と同じだ。適当に採掘したら弱点を殴っていこう。肉質はしれっと残打で差があります。この子、スタンが取れるわけでもないのに。破壊後の前足以外全て打撃が劣ります。ほんと、この設定の意図は何なんでしょうね。モーション値も別に大したことないからね。手数はそれなりにあるんだが。ハンマー君で心配なのは定点火力のなさ。この辺はトップ4武器と明確な差を感じるよ。体験コンチャークソーって定点がまず強いんですよね。立ち回りも強いくせに。超大型が出てくると厳しそうです。多連戦を通して覚悟決めていきましょう。とりあえず背びれは普通に壊れた。解固体を上位武器で殴ってるだけだが。背を壊したら次は腕だ。登って噴気口を潰すのが目的。多連武器は後々使う可能性がありますね。いろいろ壊しといて損はありません。水特化ハンマーね。結構使うか怪しいラインだけどどうだろう。よし、登れたから弱点を攻撃だ。ここはずっと殴れるから楽しいよね。壁殴りもそれなりに爽快ですよね。弱点ならなおさら。唯一ホームランが地面に座れるのが厄介。出だしの打点が低いので。ホームランに限ってそういうのが起こるからね。これ当てないと火力出ないのに。しばらくして激流走チャンス。さすがにスルーできるほどダメージは出てないか。チャークやボフバンみたくノリ以外で稼げないので、これは仕方ない気もしますけどね。突進1回目の潜り終わりが合図。確実に激流走が成功します。これ結構初見殺しだよね。近すぎるとダメージ食らうし。で、多連戦の見どころはこのくらいかな。あとは早く倒すだけ。しかし、20分針いっちゃってますね。想像以上に時間かかってます。言うて相手解固体なので、せめて15分くらいで終わらせたかったです。火力スキルは盛るとして、これ以上どうすればいいんだろうな。多分縦3連打が一番強いはずだけど、ぶっちゃけそれ以上はつかめなかったね。クリアタイムは21分40秒でした。遅い。怪武器だと時間ギリギリになりそうです。この先の超大型大丈夫でしょうか。やはり属性が足りないのかな。まだまだハンマー道は先が長い。ともあれ、これで上位には昇格した。周回上どんどん進めるぞ。とりあえずさっさと星7に上がりましょう。話はそれからです。ようやく星7緊急まで来たぞ。上位はさらに面倒だった。キークエが村でも戦った相手なのは幸いでした。4G になって後から村が合わせたんでしょうけど。周回所続いては上位シャガルになります。シャガルは基本、村では戦えません。周回所体力の上位シャガルか。めっちゃ時間かかりそうな予感。だが焦ることだけはしない。とりあえず緊急超えれば OK だ。周回所上位ももうすぐ終わりです。気を引き締めていきましょう。シャガリ素材は不要なので、とにかく倒すのみ。時間かかっても終わらせましょうね。結局、ゴアハンマーは一切作らなかったが、上位で竜220は作る気にならん。その代わりに目をつけてる竜武器がある。そっちも並行して素材集めてるよ。ハンマーでの素材集めはなかなかヘビーです。作る武器は吟味していきたいところ。で、村買いぶりのシャガルくんですが、隙を見てダメを当てる以外言うことないですね。無属性なのが厳しいがそこは仕方ないか。多分、火力的に属性武器と並ぶからな。シャガル戦はおっかなびっくりやってる。マジでクリアすることしか考えてないわ。TA 見たけど堅実でしたね。非常に悪く言うと地味でした。地雷とブレスの範囲のせいで試したいになるので、根本的に火力出しづらいっぽいですね。スタンプのモーション値100くらいあったらな。さすがにそれは強すぎるか。あ、スタン入った。けど前足が邪魔すぎるんだが。シャガル君も打撃不利な肉質。特に首は切断50に対し40しか通りません。変なとこに挟まるとかなりもったいないですね。スタンの方向を気にする余裕はありませんけど。コードを見てから対処してるだけだからな。初見プレイみたいな感触だぜ。あと中途半端にノリを狙っちゃってる。あんまり距離離すの良くなさそうだね。次元式のブレス誘発するっぽいですね。かなり無駄に時間かかっちゃってます。本当はもっと張り付くべきでしょうね。プレイ前に TA 見なかったの悔やまれます。お手本見ると精神的にも楽になるよね。終わりが見えてる感じしてさ。今回についてはそんな時間も惜しかった。とにかく進めないといけないからね。こういうのは今回だけにしますね。
次回からはしっかりリサーチしておきます。さあ、当然のごとく15分張りに突入。1エリア形式のマップだと気疲れしますね。ずっと相手し続けないといけないからね。エリア移動しないのがいい点なんだけどさ。移動って多すぎなければ適度に必要かもね。前にも動画で言った気がするけど。一息つくタイミングになりますからね。アイテムを使う隙という実用面の利点もありますが。全部が全部このフィールドだと困ります。世界観的にも味気ないですし。シャガルに関しては外に出たら大変だから、ここにしかいないのは助かるけどな。その理屈だと樹海にこいつがいるのはいいんだろうか。恐竜かも極限も何でもいるけど。そもそも極限歴は樹海で見つかったんですよね。もう地域的に手遅れなのでは。ようやく沈黙しました。タイムは16分半ほど。スキルを加味してギリギリ合格点かな。20分いかないのはまあよし。これでようやくハンターランク7だ。いよいよ上位最後のランクに来たぜ。ここから解放されるモンスターも多くいます。本当にようやくって感じです。作業時間は半日くらいかな。DS 持つ手が力みすぎて痛くなったわ。じゃあここいらで武器製作といくか。さっき言ってた竜武器ね。オウガーシュハンマーの極追竜学。非常にシンプルな性能をしてます。竜は360とまあまあですが、倍率は170止まり。正直物足りない数字ではあります。こいつのいいとこは製作難度の低さ。原種の壁力以外は簡単な素材で済むぞ。装備は久々の匠セット。多少だが火力も強化されるね。というわけでこれでアカムをやっていきます。この子は7のキークエです。アカム素材は装備的に重要です。ハンマーは存在しませんけどね。あったところでろくな性能じゃないだろうしな。防具は使えるけどね。とりあえず今欲しいのは牙が2本ほど。それ以外は倒せれば何でもいいわ。では恒例の肉質チェックいきましょうか。主要な部位は打撃微有利となってます。首と尻尾と破壊後の生涯は打撃有利か。珍しいパターンだな。アカムをやるなら雷か竜が欲しい。特に竜は平均して20くらい通るぞ。ハンマーは当然ながら頭張り付きがいいですが、やはりそもそも相性が良くありません。こういう巨体を持つ相手は攻撃をごまかせません。キティと同じですね。かといって頭以外殴っても全然効かないからな。属性が通るだけマシだが。ハンマーは属性を押し付けるほどの手数はない。チャークや双剣のようにはいかないね。超大型はチャークの1000倍特許なとこありますもんね。やはり時間がかかるのは仕方ないです。序盤はスタンも取れてよくひるみます。問題は中盤以降です。一旦音爆弾を忘れたのが痛いが、とりあえずこのままやってみようか。さっさと頭を破壊したいところ。破壊だけならすぐ達成できるからね。昔って頭破壊に体力条件ありましたよね。確か 50% 以下でしたか。今作は特にその辺はないようです。耐性自体は高いですけど。古竜みたく V 破壊による影響ないからね。サブタゲも回しやすくなっていい変更だ。いい狩りはもたもたしてるんで割と殴り放題。反撃もあんま痛くないぞ。そろそろスタンが取れそうです。切れ味状況もよし。1回目のスタンが入りました。ボンボコ殴っていきます。凶悪な顔してんなこいつ。牙だけで人間よりでかいんじゃないか。こんなんで突き上げられたらバラバラだろ。つくづくハンターは化け物だな。骨が異常に硬い説をしてます。高所からの飛び降りにも楽々対応。しかしスタン後に怒り状態にすらなりませんか。またちょっと不安になってきました。前回はあんなに生き生きしてたのに、モンスとの相性問題はこのまま引きずりそうだな。少し戦って5分張りに突入。牙は無事に破壊し終わりました。やはり怒り状態ではおいそれと殴れません。ボディプレスによる知見変化もしんどい。長靴術つけてるからダメージは平気なんだけど、上りよりの硬直が邪魔すぎてやばい。ここのくぼみは変に開けてるから、乗り蓄積も狙いづらいんだよな。アカムには狭いけどハンターには広めで、これがアンバランスなんですよね。ボディプの使用頻度が高いのも厄介。できれば近づきたくもありません。DA 動画は例によってほぼ見つからんかったが、どうやら開幕付近の段差で乗るっぽいね。確かにここでうろうろするよりは有効そうだ。ハンマーにセットプレイは貴重。我々、普段も乗り狙ってロスってるところあります。開幕に集中させるのありかも。で、ここなんか段差の厄介さ出てますね。攻撃タイミングと位置の調整ができません。ワールドなら段差付近は超強かったが、この時代は貧弱もいいとこだよ。この辺なんで背中殴ってんだろ。破壊前は25しか通らんのだが。属性が通りやすいと思ったんですかね。他の部位とあまり変わりませんが。竜武器だからといって転倒が取れるわけでもなく、ちょっと厳しそうな香りがしますね。アカムってマジで耐久力化け物だからね。普通に殴る武器だと厳しいわ。なんだかんだ20分張りに突入してしまった。ひたすら手応えのない狩猟が続く。オツはしてませんけど、
攻めれた実感も得られていませんね。留学にはちょっと期待してましたが残念。多分、ネギ武器とあんまり変化ないでしょうね。所詮はつなぎ武器か。20分30秒ほどで狩猟完了。とりあえず今は牙が2本出ればいいわ。そうですね。一応欲しい素材はあるので、そちらに期待することとしますか。剥ぎ取りでは出ませんでしたがクエ報酬で出現。無事大牙を2本ゲットです。よしよし、とりあえずこの20分は無駄にならなかった。これはありがたい。じゃあ目当てのものを探すか。必要分は作れるはずだが。ありましたね。通撃樹さん。下流の攻撃もちゃんと揃ってます。これまでろくな火力スキルがなかったので、今後に備えて装備を整えたいところ。次回は上位終盤から G 級に入るからね。スキル面だけでもどうにかしておこうと思う。というわけで今回はここまで。いよいよ G 級か。ここが一番お見せしたかったところですからね。頑張っていきましょう。ほいじゃ、次の動画で。またね。